こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。2月、盆栽界では国の最大の祭典である国風盆栽展が行われる月、立春盆栽大市、上野グリーンクラブで各地からの売店が名木を繰り広げます。S キューブ羽生築堤も多くの作品を展示いたしますが、この木も陳列してお客様とのご縁をいただこうと思っています。ただこの時期、雑木の盆栽は少し早めになりますが、お客様にお見せしてお嫁に行くための鉢合わせ、手入れが必要となります。現在、日本の盆栽界は品物が大変枯渇しています。特に良い木となるとなかなか売り物がありません。時折このように入手できても、まだ培養のままであったものを少し手直しして皆様にお見せする形が必要です。よくお考えください。緑色の関東の鉢に入っていますが、葉物の雑木盆栽は冬姿はこれでよく見えますが、これから新緑が吹き青葉となると灰色と鉢色が同じになってしまいます。その点を直しながら、さらにもっと衣装としての鉢がこの木に合ったものへと植え替えていく。そして最終的に完成した姿が皆さんへのお披露目になる。その過程を今回はご紹介させていただきます。お楽しみください。今回はこの鉢に植え替えようと思っています。株立ちで広がる大樹の層、楕円の鉢の袋式で豪華な姿に仕上げてみます。この鉢は思い出深いもので、私が10年ほど前に本物の鉢を作ろうと思って関東の奥地まで行って登り窯を発見し、そこの焼成方法をもう一度向こうの友人と何度も研究を重ねて完成させたものです。国風の売店などにも私どもがこの鉢を含めた数百枚の鉢を展示してプロを含めての皆さんにご紹介しています。その中でも特に瑠璃溶片という2度焼き込む難しいものですが、これを使って植え替えてみます。多分抜けるんじゃないか、これで。せーの。はい、せーの。もう結構炭入れてるな。まだ寒さの強いこの時期の私たちの言葉でいう化粧植え替えというものは、春の根をさばき込む雑木の植え替えと違って軽ほどきという程度の根ほどきになります。普段の根ほどきの3分の1程度で済むことが理想かもしれません。もちろんこれを施した後は霜をよけ、寒風をよけ、温室化、せめて小屋のようなところが保護には一番かもしれません。それほど強い硬くなるほどの根が張り回っているわけではないので、軽ほどきをして鉢の大きさに合わせて水を吸い上げかけやすい程度の根ほどきにすることが大切です。この程度の出来上がりになります。観賞用の鉢ですので、下側に入れるゴロは一面に引く程度の薄い程度で十分です。
もちろん植え土を軽く入れて根に噛みつくようにやることが大切です。少しだけ中心部を高めにして植え込んだ時にすり込むように根をつけることが大切です。雑木の場合は芽出しを良くするのに軽く化学肥料などを入れてやると芽出しやそういうものがしっかりします。多すぎる必要はありません。わずかな量を入れれば大丈夫です。このような形です。そして言い忘れましたが大切なのが鉢の正面です。釉薬もの、大きいもの、いろいろなポイントがありますが、まずは鉢の作りといわれる線の美しさ。曲がっていたり垂れていたりよりもなるべくすっきりしたもの。その上で両面の薬の味があります。見せたい薬のこの変化の味わい、色の良さ、それも重要なポイントとしてどちらを正面にするかをきちんと決めてから植え込みの作業になります。それでは植え込んでみましょう。2回色ですね。せーの、ういっと。入らない。押さえて。必ず植え込んだ時はなるべく遠くに離れて一回見るようにします。近くで見ていると木の本当の角度や魔調子が見えません。なるべく離れて見ることが大切です。一度植え込まれたものはここからもう一度植え込みの時まで変えられません。枝作りというのは目で見えますからできるのですが、植え込み、根の状態、植え付け、これは一度やったら1年2年3年その姿を見なければなりません。角度、正面、左右の間、これはとても重要なポイントになりますから慎重に慎重にやる必要があります。基本的な植え付けはこのような感じになりますが、お分かりでしょうか。左への子供が強く出て右の返しが若干弱くなります。このような時にはあえて時計回りに右手をちょっと強く出してみることも試してみる必要があります。どこが正しいという最終的な左右5度、角度でいうと5度程度はその人の感覚になりますが、今回はこのような調子で植えてみようと思います。よいしょ。2回せーの。画面同じく待ってね。2回ウィッとよし OK。
このような形で一応植え付けの根の押さえ込みが終わりました。ここからは植え込みになります。根の間、土の間に突き込んでいくとお分かりでしょうか。上に盛り上がっていた土が突き込んでいくことで中へ中へと入って土が減っていきます。これは根と鉢の中の空気の部分のところにどんどんその隙間に土が吸い込まれていくからです。雑木の盆栽は小白類ほど硬くはつきません。松の類は岩を砕いて根を張ると言われるほどに硬い部分に入ります。雑木はもう少し柔らかい部分に育ちますので、根を傷めないようにすき込んでいくようなイメージが必要です。そうしましたら、鉢の傷みがないものは気をつけて、このようにゴムでできているもので軽く振動で鉢の中に隙間の中へ土が落ちていくようにします。あまり強くやる必要はありません。十分これで入っているわけです。よいしょ。ちょっと鳴らしてみて。この後に水をかけた後、2つの作業のどちらかを選ぶことになります。水をかけて、そして化粧砂という培養土のもう少し細かい細粒のものをかけて仕上げる場合で、もう一つが化粧苔という苔を貼ってまるで植え替えていなかったように見せる世界。展示会や大きな売店などでこの木を見てほしい時には、化粧苔という世界が私どもでは大切にしています。一番美しい姿ですね。特に枯れ木立で見るときに、そこに美しい苔の中に生えているというのはとても目を引くものです。これから水をかけてそれをご覧に入れましょう。盆栽はどんな木でも植え替えて新しい土となって水をかけるとなんともすがすがしくいいものです。植え替えの醍醐味はしてみると、すっきりしたというこの気持ちですね。雑木のこの手の盆栽でとても見えない重要なところは、今このもみじ獅子頭は一番小さく見える時なんです。ちょっとだけ鉢が大きいかなというのがかえってぴたりです。今度春先に新緑や夏の旺盛な葉の時には、これよりも二回りも木が大きく見えます。葉っぱが出てですね、その時に鉢とどんな寸法の合わせがあるかというと、冬の間植え替える時にほんのちょっとだけ大きいかなっていうぐらいが一番似合うような気がします。一般の方はこの雑木の植え替えは、もし化粧植え替えといっても、もし2月になさる時には寒風をよけ、寒さの霜をよける屋根、こういうものがあるかどうかが重要ですので、ご無理をなさらないでください。屋外だけしかない場合は3月での仕事をお勧めします。さあ、ここから最後の水が引いた後の化粧苔の張り込みになります。植え替えの最終仕上げである化粧苔の張り込み、前にもご紹介しましたが、やっと探して取った冬枯れをしていないやや緑を持った苔、これの厚すぎる底の部分を剥ぎ取り、そしてそれを一つ一つ張り込んでいきますが、この時に大切なのが、張りましたという苔ではなく、いかにも
自然にそこに生えていたかのごときの張り方が重要です。盆栽の手入れと同じで、苔張り一つにも何年もの修練が必要となります。いかがでしょうか。幹を洗い、肌をきれいにし、そして植え替えて美しい鉢合わせをして、最後にきちんと化粧苔を貼る。この姿で多くの方々に展示会や特別な売店でご覧に入れる姿が仕上がりました。どなたにでもこの木を少しでもよく見てもらうための最終的な仕上げ仕事です。ここからいろいろな方々が見て、この木がどこに行くでしょうか。わびチャンネルはこのように文化、手入れ、コアな仕事、もちろん水石、いろいろなものをアーカイブでお楽しみいただけます。ぜひチャンネル登録をなさってご覧いただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。